はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ホンダシビックタイプ R 新型を見学してまいりました。かっこいいですよね。このチャンピオンシップホワイトがいいな。このセンターマフラーもですね、覗き込んできました。はい、ということで今回はホンダのシビックタイプ R FL5 型になります。いやもうかっこいいですね。実車をじっくり見たの初めてなんですけれども、このチャンピオンシップホワイトと呼ばれる白がすごい似合ってますし、新型出た時にちょっとのっぺりしたかな、前の型の方が良かったかなって思った部分もあったんですけれども、いやいや実車を見てみますとやはりかっこいい機能美というかいいですね。シビックタイプ R、 この角度かなり好きだなと思いますね。こちらのシビックタイプ R はですね、もう皆さんご存知の通り FF 最強の車ということでもう有名ですよね。いやー見ていて楽しいです。ちょっとサイズ関係サクッといきましょうか。タイヤサイズがですね265の30の R19 ということで、艶消しの黒のホイール、赤のキャリパーがかなり映えますね。すごいかっこいいなと思います。そしてダミーじゃなくてエアーの流れも考えられたボディ形状ということで、ここら辺はやはりスポーツカーだなと思います。サイドスタイル見ていきますけれども、やはりですねこの新型になった時に後ろのスタイルがかなり流麗になったなと思いますね。もうセダンというよりは、クーペスタイルというのが強いなと思ってまして、この横から見た時かなりいいなと思いました。どうでしょうか皆さん、この角度好きじゃないですか？私はかなり気に入りましたね。そして大型のリアウィング搭載の後ろ姿ということで、やはりですねシビックタイプ R これ見た時には大型のリアウィングと3連のセンターラッシュマフラーが特徴的だなと思いますね。これだけでもかなり存在感あるな、速そうだなと思いますよね。イントロでもですねご紹介しましたけど、この後私このマフラー下かなり覗き込んだので後ほどご紹介したいと思います。こんなにしゃがみ込んでるの私だけでしたね。そしてリアを全体見ていきますけれども、テールランプは今流行りのですね横一文字につながった形で伝統の赤のホンダのマークが映えますね。このように見ていきますと、やはりデザイン性もかなり変わってきたなというふうに思います。ちょうど今ですね旧型の FK8 出しましたけれども、リアデザイン前の方はかなりメカメカっぽかったんですけれども、今回はちょっと上品なデザインというんですかね、変わったなと思います。 FK8 のデザインもかっこいいなと思ってたんですけど、新型を見るとやはり今風なのかなっていう感じはしますね。ここら辺がやっぱりデザインの進化というかデザインの変化なんでしょうね。ですけれども一目でですねシビックタイプ R だと分かるところはさすがにアイデンティティは継承してるなというふうに思います。いいですね。このワイド&ローが強調されている感じは、ホンダの開発者の方もインタビューで言われていたので、そういうのを感じられますね。それもそのはずですね。サイズを見てみますと全長4595、全幅1890もあるんですね。そして全高が1405ミリと、本当に数字から来るワイド&ローだというふうに思えますね。これはすごいですね。幅1890もあるんですね。もう輸入車並みと言っていいんじゃないでしょうか。はい、トランクの方はですね、このように開くと、開けた時に大型のリアウィングがどこまで当たりそうかなって気になりますけれども、このぐらい上がるということで、天井があるところだとちょっと気をつけた方がいいなというふうに思います。いやーそれにしてもですねタイプ R になった時に各パーツがですねピアノブラックで仕上げられているのがすごくいいですね。通常のシビックもこの例えばグリルのところのピアノブラックもですね普通の樹脂なので、こういったところはノーマルバージョンでもピアノブラック仕上げにしてほしいなと感じていました。皆さんはいかがでしょうか？
高級感というか質感全然違うと思うんですよね。こういうところはやはり少しお金かけてでも手抜きというかやっていいんじゃないかなと思うところですね。そしてまた気になる内装いきましょうか。赤の世界が広がっておりました。まずは全体見ていきましょう。ステアリング周りからナビパネル、エアコンのアウトレットがあって操作系ですね。そして、マニュアルのシフトレバーということで、現行型のシビックになった時からですね、かなりインテリアの質感、デザイン性アップしたなと思ったんですよね。特にこのエアコンのアウトレットのパンチングメタル調の水平基調のデザインはかなり好きだと思いますね。すごくかっこいいと思います。そして赤のシートがやはりシビックタイプ R のアイデンティティだなと思いながら、これですね、アクセル、ブレーキ、そしてクラッチということで、やはりマニュアル車にとってはここの確認は抜かせないですね。そしてこのですね、伝統のレバー、これもですねショートストロークで入りやすいんですよね。ちょっとこの後確認してみたいと思います。こちらですね、大丈夫だということでしたので、いいですね、この握り感も。これ本当運転してみたくなりますね。よかった。そして心臓部の直列4気筒2リッターターボのエンジン見ていきましょうか。もちろんですね、許可を取ってボンネット開けさせていただきました。赤のカバーがやはりタイプ R を主張していてかっこいいですね。スペックとしては330馬力の 420Nm 発揮ということで、かなりハイパワーですね。相当気持ちよく回るんだろうなと思います。やはりいいなと思うのがですね、最高出力が 6500rpm で発揮で、きっちり 7000rpm までレッドゾーンで回るということで、気持ちいい走りを届けてくれそうなイメージがもう本当に湧きますよね。そして最初に言っていた3連のセンターマフラー、ちょっと下から覗いてみましょうか。このですね、径も太くて非常に存在感あってかっこいいですよね。このセンターマフラーをここに出すっていう車はやっぱりスペシャリティ感があって、 BMW でも M3 とかのオプションマフラーでセンターがあるぐらいですので、だいたい両脇に2本出しもしくは4本出しぐらいですけれども、センターにあるっていうのはやっぱり独自感があってすごくかっこいいですよね。こう見てみるといいですね。だいぶ太いな。そして足回り綺麗にきちんと仕上げられていますね。ちょっと潜って撮影していたら大丈夫ですかと声をかけられてしまいましたが、大丈夫です。そしてライトアップも見ていきましょう。このように LED 光るようですね。やはりライティングすると存在感アップするなと思います。いかつい顔つきというよりは、清淡な顔立ちという表現が私はいいのかなというふうに感じました。それにしてもですね、先ほどお伝えした全幅 1890mm はでかいですね。だいぶ存在感増したなと思います。いやー楽しかったですね。最後に価格を見ていきましょう。シビックタイプ R は1グレードで車両本体が499万円ということで、なんと500万切ってるというか、ぴったり500万円ですね。これはですね、昨今の高い車がどんどん増えてることからすると、もうむしろ安いというか、最近見た中だとトヨタのクラウンスポーツが590万円ですからね、車格とかは違うのかもしれませんけれども、不思議な感じです。はい、皆さん今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは良いカーライフを。